皆さんこんにちは。地位のグルメ旅。今回の滞在先は歴史と現代が折り重なる美食の街、上海。西洋建築が並ぶ外灘、賑やかな南京東路、そして田子坊の路地には古い時間と新しい感性が静かに混ざり合っていました。小籠包の肉汁で目を覚まし、火鍋で一日を締めくくる。老舗のカニ料理に驚き、本場の中華料理の美味しさに感動。どれもこの街が育んできた味ばかりでした。パンダとレッサーパンダに会いに動物園へ。上海ディズニーランドにも足を運び、今回はそんな上海の美味しいと古き良きを巡る旅を皆さんにお届けします。皆さんこんにちは、杉田千尋です。私は今成田空港の第3ターミナルに来ております。これから初めての中国上海に5泊6日の旅行に行きます。私は中華料理がもう大好きなので、本場の中華料理たくさん食べるの楽しみです。それでは行ってきます。今回上海に行くにあたって4つのアプリを事前にダウンロードしました。決済用にアリペイと WeChatPay、 あとはタクシーを呼ぶのに DD で、あと中国版の Google の100度地図をダウンロードしました。事前に本人認証とかが結構いろいろあるので、日本でダウンロードして準備してから行くのをおすすめします。 SIM カードはこちらを Amazon で購入しました。8日間で7ギガの高速データ通信なんですけれども、今キャンペーンでプラス2ギガになっているということで9ギガ使うことができます。こちらは LINE とかね Google とかも問題なく使えるっていうレビューがありまして、こちらにしました。上海到着しました。今から入国審査をしてリニアに乗って今日泊まるホテルに向かいたいと思います。空港全然人いないけど綺麗ですね。入国審査待ちの外国人の人はめっちゃ多いんですけど、列も整備されててたくさんカウンターがあるので進むのは全然早いですね。待って、これ明らかに上海の方が日本より暑いわ。なんかムシムシしてる。ずっとまっすぐリニアモーターカーがあるところに向かって歩いてます。あ、分かれてる。こっちってなってる。右に行けと。搭乗券見せるとちょっと安くなるらしいんで、こちらの窓口でチケットを買います。3%リニアチケット。OK。クレジットカードで行けます。200円安くなる。800円だった。そうです。あ、ここに。OK。おー。OK。わー。エントランスは左。時間が来るまで待ってて、時が来たらあそこのゲートが開くっていう。来ました。あ、急な呼びかけがあって一気にこう行くっていうシステムですね。普通にここから乗るの。リニアモーターカーガラガラですね。もうどこでも好きなとこ座れるって感じ。ゆったり移動できそうです。といっても8分しか乗らないんですけどね。荷物スペースも広々。急に走るし、もう今出てたらもう置いてかれてますよ私。上海の国際空港と市内を結ぶ上海マグレブ列車は2004年の開業の商業運転中のリニア路線で最高時速が430キロ。でも今はコロナの後のコスト削減で300キロまでしか通常運転では出してないそうです。時間帯にもよるのかな。空港から市内までは最速8分ほどで結んでくれるので、地下鉄で向かうよりも大幅に時間を短縮することができます。私たちが今日泊まる南京東路のホテルに向かうには、空港から8分の終点のところで乗り換えて地下鉄2号線に乗っていきます。2号線に乗るので左に進みます。ここから地下鉄に乗ります。2号線に乗って6駅で南京東路に着きます。ここでも厳密な荷物チェックがあります。事前に登録してたのでお、行けた。なんて便利なの。これで合ってます。大丈夫です。ここまで乗ります。よし、来た。できた。出口出たら4番出口から出て南京東路に向かいます。日本の地下鉄と結構似てる感じなんで分かりやすいですね。ちゃんとこう出口ごとに書いてあるし、基本的に漢字だからなんか馴染みもある。南京東路の出口を出たらすぐ右側に歩行者天国が広がります。こちらを歩いて今日泊まるホテルに向かいます。
1917年、上海の南京東路に建てられた千子格子大楼は当時最先端の百貨店として誕生しました。その建物内には家人が経営する初の高級ホテル東和飯店も併設され、劇場や屋上庭園など多彩な施設が人々を魅了しました。現在この歴史的建築は今回私たちが祝福する近郊の星上海南京路歩行街店として生まれ変わり、宿泊客に上海の歴史と現代の快適さを同時に体験させてくれます。ワイタンや人民広場へのアクセスも良好で、観光の拠点として最適です。水圧は全く問題ないです。これから上海の最初のご飯食べに行きます。もう結構今9時ぐらいの時間で、思ってたよりも閉まる時間が早くて9時半ぐらいでね閉まっちゃうんですけれども、お店がいろいろ。ただ今から行くのは南京東路から歩いて10分ぐらいのところにある人気の小籠包屋さんに絶品小籠包を食べに行きたいと思います。なんかこう街を歩いていると全部の建物がすごい大きくてスケールがでかいですね。しかもゴミ一つ落ちてなくてすごい綺麗、街が。で、あとなんか至るところに警察見守りしてるおまわりさんがいるんで、治安的にも結構なんか安全な感じがしますね。着いた。まさか閉まってる？閉まってない。やってます。2001年創業のジャージャータンパオは口コミサイトでも常に上位に名を連ねる人気店。注文が入ってから一つ一つ丁寧に包まれる小籠包は皮が薄く、中には熱々の肉汁がたっぷり。もう一つのおすすめがカニ麺。濃厚なカニの卵のあんかけとつるっとした細麺の相性が抜群で、小籠包と並んで外せない一皿。チンタオビール100円。念願のカニ味噌麺。いや、もったいないもったいないよ。もったいない。あ、ごめんなさい。紙に。うまい。カニ酢みたいなの入れた方がいいですね。なんかうまいけど高いですね。これで1000円でしょ。要は3人で分けて1000円。高いな。でも美味しいし、日本にはない味。1回は食べたらいいかな。ポーク&多分バチン。すごい。うまいけどみんなもう帰ってる。もっと頼めばよかった。めちゃくちゃうめえ。純カニの方で。どっち欲しい？俺こっちでいい。うまっ。カニの味がめちゃくちゃするからめちゃめちゃ美味しいんだけど、正直一番普通のカニと豚肉が入ったやつがめっちゃうまいし、コスパいいと思う。ネギが入れますか？これですね。これね。これプラスカニ味噌オンカニ味噌ね。これやばくない？食べ方。いや、絶対注文が入ってから全部巻いてんだよこれ。最後の一口。ピンクしてないから。してます。はい、美味しかったです。ごちそうさまでした。いや、本場の小籠包うますぎてまだ食べたい。あ、エビ。今12時なんですけれども、ホテルの裏側にある串焼きのお店に最終的に飲みに行きました。なんか結構お酒もね、ビール飲んでる人いたり持ち込みしてる人もいたりして自由な感じ。私もコンビニで買いました。
うまこれ。なんかヨーグルトみたいな味ですね。酒だ。注文はテーブルの上でアリペイの QR コードがあって、それに読み込んで注文すればいいんで、すごい簡単です。来ました。こんな感じで台に乗っけてくれるよっていうスタイルですね。ニンニクの芽と椎茸、ジャンク的な感じで食べるみたいな。いただきます。うまい。うまい。野菜をここまで辛くジャンクにできるみたいな味です。このスパイスがめっちゃ美味しいんだけど。うまっ。椎茸と同じ味ですよ。辛い。うまい。どうですか？うまい。これなんだろう。なんか餅。白いやつ。なんだこれ。パン。さっきの串焼きの味がついたパン。わさわさしてる。うまいな。うまそう。ただ、チーの話聞いたら。うまいこれ。牛うまっ。油とこの肉となんかセットで食べるとなんかじゅわって広がってうめえ。いやだから要はこれ焼き鳥でしょ。美味しかったです。初日から食べ過ぎました。南京東路は上海で最も歴史のある商業街の一つ。19世紀後半、イギリス租界の成立とともに整備され、上海の近代化の窓口として発展してきました。通りには100年以上の歴史を持つ百貨店や老舗商店が並び、かつて東方のパリと呼ばれた時代の面影を今も残しています。現在は歩行者天国として整備され、昼夜を問わず観光客で賑わう古き良き上海と現代中国が交差する特別な通りです。ホテルの裏口から出て、もう本当に真正面左に行ったらすぐだけど人やばいんだが、結構ガラガラの店が多い中、ひときわ並んでるじゃないですか。でもね、開店早いって聞いたんで並んで待ちたいと思います。来来シャオチータンバオガンは1994年創業、庶民的な店構えながらその確かな味でミシュランのビブグルマンにも選ばれました。名物の小籠包は熱々のスープと豚肉の旨味がギュッと詰まった王道の一品。パーコーやワンタンなど何を食べても外れなし、昼時にはすでに行列ができていて、昔から通う地元の人はもちろん観光客にも愛されている名店です。なんか一番上のこのカニのやつを推してるっぽいけど、やっぱり昨日も普通のやつが一番美味しかったから、じゃあこの一番推しのやつとこの豚のやつと、あとスープがね、どうします？椎茸入りにしたらじゃあこの椎茸入りパーコーにしようか。これで十分じゃないの？多分そうっすね。これを2つ、あとこれを1つ。パーコーが来ました。いただきます。もうスナック菓子。うまっ。柔らか。これうまい。なんだろう。ビール飲みで。なんか肉にちゃんと味ついてますね。小籠包、豚肉。いただきます。おー。うまっ。めっちゃうまい。口に入れた瞬間にわーってなる。でもこれパーコーがちょっとお気に入り。じゃあカニ入りの方ですね。そう。うめ。酒。ここはなんか私このカニのやつすごい美味しい気がします。普通の豚のももちろん美味しいんだけど、カニがうまいことすごいカニのこの味が口に入れた瞬間に広がってきてめっちゃ美味しい。これワンタンっていうかなんか餃子スープみたいな感じかな。うまっ。野菜と椎茸がぎっちり入ってる。食べ応えがすごい。ワンタンが9個入ってたから大人さんにですね、してもしっかり分けられるサイズです。
がまた小籠包とは違ってジュルジュルで美味しい。ここの辛くない、もっとつけてる。さっき辛かったでしょ。辛いって言ってたでしょ。いや、辛そうだから。ここの辛くないって言ったんです結構辛い。昨日一発目行ったとこと今日と、両方ともやっぱ口コミベースできたけど全部美味しいじゃないですか。今のとこちょっと違うとこ行くと全然美味しくなかったじゃないですか。昨日実は1軒目行った後にもう1軒まだ小籠包食べたいなって夜遅くにやってるお店があったんで24時間のとこ行ったんですけど全然美味しくなかったんですよね。ちゃんと見てこなきゃダメだなと思ったっていう話です。完食。でもさ、いいね。会計をさ全部注文時に済ましてるからいつ出てもいいですよっていうスタイルは日本で食べるのと味一緒なのかなって思ってたけど全然違う。ごちそうさまでした。待ってる間にお昼時になって今からタクシー乗って多分10分15分ぐらいで着く距離にあるんですけれども、タゴボというちょっとノスタルジックなエリアに行ってみたいと思います。上海は街中にすごいたくさんタクシーが通ってるからアプリで配車してもすぐ来てくれるけど手でねこう上げて止めても乗れるんで結構便利ですね。管理されてすごい。右も左も。タゴボーはもともと1930年代に建てられた石膏門住宅を改装して生まれたアートエリア。元は静かな住宅街だった路地裏が2000年代に入り、若手アーティストやクリエイターたちによって再生されました。古いレンガの壁とカラフルな看板のコントラストがどこを切り取っても絵になります。かんざし買おうかな。止められるのかなこれ。止まるわ。よくない？買いたい。こういうのはちょっとワーが過ぎるじゃん。これオリーブおしゃれじゃない？1600円ぐらいでしょ。どうこれ？いい。串の中にちょっと見覚えがあるフェイスが。68元。しかもケースもつけてくれる。買えました。ね、さ88かと思ったら68だからさ、1500円もしない。耳かきの店です。ヘッドセラピー、肩首。私もやりたい。こうすごい本当に90度な階段。すごい耳つぼみたいなこういう感じ。なんか資格もあります。本当にマッサージのお店だ。おー。じゃあ私ちょっと肩やってみてもいいですか？肩いいよ。じゃあこれ、はい。これ。ショルダーマッサージ。汚いって。お前が。すっごい汚かったらしいんですが、カメラで見せてくれる汚れ一つないニューイヤーになりました。うまい。なんか今までのさタイのマッサージとかさ痛いけどなんかみたいなじゃなくてマジで流れました。これはいいかも。すっごいもう可動域が広がった感じする。石鹸屋さんだ。かわいい。ハロー。あ、香水もあるんだ。3000円ぐらいからある。マイレーズ。これいいね。じゃあこれ買っちゃおうかな。これを買います。もうこういうのは直感だから。でもなんか結構いい気がする。見て、可愛い袋に入れてくれました。あ、ここ有名な店。誕生日の練り香水みたいな。見てもいいですか55件。ってことは1000円。お母さん買ってたよこれ。1100練り香水らしいですよ。これいいかも。いいでしょう。すごい。なんかね渋いのこう柚子とかダン松なんか落ち着く匂いですね。4つを買います。すごい可愛く包んでくれました。一個一個もさ全部箱に入れてこういう風にしてくれるのお土産におすすめだね。ジャパン。日本語ですね。嬉しい。ありがとうございます。あ、でも美味しい。いいお茶でしょ？ウーロン茶だ。あ、
ケンケン本場のウーロン茶3回入れてこの濃さだった。ウーロンティー Yes. いいよ300 Bag 円。 is a 女性が人気はどれですか？これ新茶。新茶。新茶。 Don't leave the Ah, hot you water in, okay? Drop every water out and then leave it open. Just Ah, leave it 一回 open. で。 Yeah, don't leave any hot water in. It will be bitter. 苦くなる。苦くなっちゃう。一回出してからやるな。これは何なんですか？ You put the cold water. コールドウォーター。あ、水でねできる。あ、インスタントフルーツティー。これ60円で30円で。なんか全部手頃価格でいろんなの買ったり食べたりできるからすごい楽しい。ホテルなんで。ここ？めっちゃ人いるよこれ。人気のお茶屋さん。あ、美味しい。これで1000円。すごい混雑。人気なんだ。ティーセットとか売ってる。タンブラーなんかも売ってる。全部回りきったかな。思ったよりこじんまりとしてるからすぐ回れる感じですね。これからタクシーでまた5分ぐらい移動して新天地っていうところに行きたいと思います。新天地は昔1920年から30年代ぐらいに建てられたレトロな雰囲気の石造りの建物そのままにしつつ、中身はもうフランスっぽい感じの街角にしていって、さらに今もね最新のカフェとかなんかおしゃれなお店とかが入っているエリアになっているっていうことです。楽しみです。すごい人だ。なんかこの雰囲気を楽しみに来てるのかな。なんかこう木がたくさんあってちょうど日陰になってて、この石造りの建物と雰囲気が合わさってすごくおしゃれですね。あんまり東京にはこういう場所ってないかも。全部入ってる店が外国の高級な店ばっかりなの。ちょっと映えに食事しに来たみたいな感じの人が多いのかな。すげえ綺麗な人めっちゃ多いな。なんかめっちゃうまそうなの売ってる。食べたい。結構高級なソフトクリームやで。何しろ。いただきます。これはめっちゃうまいです。あ、うまいの？これはレベルが違いますか？いただきます。お金の味がします。金味。それこそ田舎もんだよ。これなんか写真撮影をみんなするんだね、この路地で。ちょっとこうなんかノスタルジック。レンガの。なんだあれ。ホコ天になってる。あ、すごい。なんかすごいかも。なんか中心っぽいところに着きました。何かよくわかんないけど行ってみよう。めっちゃ荷物検査とかもあるけど、これ何なの？何なのかよくわかってないで並んじゃってるけど大丈夫？なんだかよくわからないけど入ったら地下に下がるってエキシビジョンホールって書いてある。何の展示なのかわかってない。歴史博物館みたいな感じ。なんか中国の無料で入れると思えないぐらいすごい規模のなんか展示会でしたね。壮大でした。今日の晩ご飯はホテルから歩いて8分ぐらいのところにあるカニ専門店、上海ガニの専門店に晩ご飯を食べに行きたいと思います。結構高級店っぽい雰囲気なんですけど、レビューとか見てるとお手頃って書いてあるので行ってみます。昨日とはちょっとまた違う通りに出てきましたけど、この辺も結構賑わってますね。着いたー。立派な門構え。ワンバオフージウジアは1744年創業の老舗中華料理店。上海ガニをはじめとするカニ料理の名店として知られ、ミシュランガイドにも名を連ねています。落ち着いた雰囲気の中で本格的な絶品カニ料理を気軽に楽しめるのが魅力です。 No, 3 people。おー、高級な感じ。パッドで注文ができるんで楽ですね。ビールついでくれます。ちょっと高級な感じ。でもこのビール300円。安い。あとはサービス料もかかるので、まあかかりそうじゃないですか、こういうやつ。
お願いします。また、これ、カニ味噌麻婆豆腐いただきます。うまいねこれ。なんか別に米が欲しくなる味ではなくて、酒を飲みながら食べられる。うまっ。お豆腐は絹豆腐みたいなチュルチュル系で、カニの身はね本当に思ったよりも結構たくさん入ってる。あんがとろみが強くて、味付けは辛さはゼロ。カニの深みがある感じだから、ちょっとねついてきたお酢で酸味を足してあげた方が良さそうですね。うんね、入れたお酢みたいなやつ。これは飲める。昨日のカニ麺、小籠包、今日の昼食べた小籠包の味は全部一緒系だったんですよ。でもこれ違うから多分なんか違う入ってるものが。見つけた時じゃないですか。あ、いいですいいです。よそいますよそいますよそいます。俺がよそってあげたから平等に乗せるから、これで終わりです。うまい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 。エビ、カニはどこにいるんだよ。あ、エビとカニの塩炒めみたいな感じ。これですよ。いや、味付けが違うね。すごい旨味を感じる。あと味が全部優しいですね。しょっぱすぎるとか甘すぎるとかそういうことがなくて、知ってる中華の美味しいお店の味がする。食べてるのはダメだダメだこれ。超えてきたのね。小籠包は。はい。うめ。旅行の醍醐味ってやっぱりこう知らない味を知れることだと思うんですね。これは知らない味でしたよ。なんかね、上海ガニこれぐらいのサイズで1杯3000円ぐらい、1万円ぐらいする高級だったんで今回頼まなかったんですけど、上海ガニもあったり、あと今の時期から夏にかけてはザリガニが旬だからザリガニとかもありました。結構周り見ると現地の人はザリガニを食べてます。なんだこれ。何これ。エビも入っちゃってる。さっきのチャーハンかと思って頼んだけど揚げあんかけ麺でした。カニ味噌と揚げた麺とエビ入ってる。あとカニも入ってる。うまいね。最上級の皿うどんみたいな。そうだね。ここのお店はちゃんと給仕さんがついて、こうなんかお酒入れてくれたりとか、お料理も全部切り分けてくれたりとかするので、ちゃんとした人と行くとかにもおすすめです。でも値段はね、日本の高級中華よりは全然安いから。麺がバリバリでうまい。多いですね。よく考えてみたらこれ1人分じゃん。さっきの麻婆豆腐にしても全部量がこれ安い。これ1400円。さっきのエビの炒めだけちょっと高かったですね。エビの炒めは2500円ぐらいなんで、でもそこに入ってたエビここにも入ってる。ちょっとあ、すげえパラパラ。あ、中にカニがいますね。めっちゃどうしたらこうなるの。ありえないぐらいにご飯がパラおパラ。かずのようなチャーハン。ここに来てこのチャーハンは味付けは結構しっかりめですね。塩味効いててうまい。これうまくね。野菜好きじゃないですけどこれは好きです。昔売ってないスーパーになんて。わあ美味しかった。ごちそうさまでした。こんだけ給仕さんがついてちゃんとしたサービス受けて綺麗なお店で食べて、ほら見てザリガニこれサービス料がかかってません。ただ見てほら作ってるのよここで。すごいうまそうで。いただきます。必食グルメうまい。こんなに牛肉がたっぷりで揚げたてで120円。これから上海の夜景を見にワイタンに行きます。川沿いのところですごい綺麗なネオンが見れるっていうことで、さっきカニを食べたお店を出て右にずっとまっすぐ行くと川沿いの方に出れるので、そこまで歩いて向かいたいと思います。すげえ
すごい開けてきた。すごい、すごいです。マジで。ワイタンに到着しました。ライトアップがすごい。今から川沿いの方に行くんですけど、こっから見てももうすでにネオンがいい感じになってます。ワイタンは上海の過去と未来が向かい合う場所。西岸には19世紀の欧風建築。東岸には近代的な高層ビル群。ファンプージャンを挟んでまるで時代そのものが対話しているような風景が広がります。そして夜になるとその風景が一変。歴史的な建物は柔らかい光に包まれ、対岸の摩天楼が鮮やかに輝き出す。上海人多いなとは思ってたけど、やっぱりこの辺りが一番賑わっているように感じます。川沿いに着きました。めっちゃ綺麗。ほら、ネオンがすごい綺麗になってます。3日目のもうお昼です。昨日はちょっと飲みすぎました。今日はこれから上海動物園に行くんですけど、その前に麺料理の人気のお店があるということで、上海のもう地元の人がおすすめする一杯、そちらでお昼ご飯を食べてから動物園に向かいたいと思います。DD のアプリでお店に向かったんですけれども、 Google マップにこのお店がねのレビューで載ってるんですけど、場所が全然違うので DD のアプリ上で出てくる名前の住所に連れて行ってもらってください。今日月曜日の1時ぐらいなんですけど、結構並んでますね。15人ぐらい並んでたんですけど、15分ぐらいで注文のところに行けました。列やっぱり進むの早いですね。ただメニューが黒板に書いてあって写真とかがないから、でなんか翻訳アプリでねやってもなんか何なのかよくわからなかったから、ちょっと注文が難しそう。なんか注文はできたんですけど、レビューで写真見てて頼んだから何がどれでいくらなのかがちょっとわからないけど、3人でドリンクも1個ずつ買って麺も1個ずつ買って 116.5 元だったんで2500円いかない感じか。店の人が混ぜてくれる。おー、もうねすぐ混ぜないと言われちゃうんです。固まっちゃうよってちょっと待ってって言ってたんですけど、固まっちゃうからって結構本当にすぐ混ぜないとすぐ固まってしまう麺なんですね。いただきます。うまい。味付けがうめえ。ほのかな優しい甘みと、これはなんか大根みたいな冬瓜かな。これすごい甘すぎるってことはなくて、エビもプリプリでうまい。これ入れた方がいいんじゃないですか、辛いやつ。レビューをこれが汁麺ですね。あ、優しい。こっちの方が全然癖がない。薄めの醤油味のラーメンなんだけど、中国っぽいスパイスの味とかそういうのがなくって、ほのかに甘さがあって、で麺は柔らかすぎるってことはなくて、ちょっと歯ごたえもあって全部のバランスがいい。二日酔いならこっちですね。これが豚レバーの混ぜ麺。味付けは一緒ですね。さあこのレバー、俺がこれちょっともらうからそんな食えない。薄く切ってあるから臭みを感じにくくなってるし、柔らかくて美味しいですね。量がね結構多いんですよ。ほら見て、多いよね。すごい量だから、これをねみんな1人前ずつ食べてるんだけど、旅行できていろいろ食べたいんだったらシェアしてもいいかもなって感じですね。ラー油を入れたら辛みが出て美味しい。お腹いっぱい。ごちそうさまでした。上海中心地からだいたい30分ぐらいで車で動物園に到着しました。タクシーでね来ました。入り口が壮大です。でかっ。チケットカウンターが入り口の右側のところにありました。なんか今だけ安い期間っぽいな。これ半額で入れるみたい。 Thank you。 通常は40元っぽいっすね。動物がいる方に行こう。なんか月曜日っていうのもあって空いてますね。なんだろうこれ、サメっすね。サメ。
ビトカゲコーナー。ワニ。寝てますね。ワニ。シートみたいなの見つけたんです。これバスに乗ったら全部回ってくれるんじゃないの？15元でバスに乗れます。はい、出発です。あ、スルーです。あ、トリックも通り過ぎちゃう。これ回ってくれるんじゃなくて、園内を自由にバス乗り降りできる券。なんか園内綺麗じゃないですか、めっちゃ。あと全然臭くないんですけど。ここパンダ。パンダ。あ、偏見。パンダゾーンにおります。もう日本でも見れるところは数少ないジャイアントパンダが見れます。パンダ館です。パンダ館に来ました。これなんか書いてある。これはなんだ。餌をあげられるのかな。わ、でっけえ。でかい。こんなパフォーマンス的なパンダあります？いや、嘘じゃん。なんかこんな近くにいるのがすごい。なんかもうお代官様のように食ってるけど、すごいねこの動物園。すごいね。レッサーパンダ可愛すぎるよね。めちゃくちゃ可愛い。やばい、食ってんですよ草を。なんかヨモギみたいな草を食ってんですよ。見たことない。すごい。やば。何この尻尾。むしろ芸術。トラだトラ。あ、すげえ、伸び伸びとしてる。人間的な動きをする。誘惑してる。猫が多いね。なんか上海動物園の動物たちはね、すごくのびのびと暮らしてますね。動物園内にはレストランはないって書いてあったんですけど、こういう感じで売店がたくさんあるので、水分補給とかちょっと軽食を買うとかはできそうですね。金魚すくいか。これで遊べるのかな20块10分钟。？20元っていくらだ？ 400 円。じゃあとりあえず私やってみるから、日本のね、釣り師としてしっかり10分間釣りしていきたいと思います。小好了嘛，放小一点，不要放得太大，这么小。オッケーオッケー。オッケーオッケー。オッケー。まあ任してください。あ、餌ついてます。ついてます。釣れね。もうないじゃないですか。いや、これね、餌の付け方に問題がある。ちょっと針先を出してやるわけ。あ、餌ついてます、ついてます。あ、平たくね。放下去，不要动。あ、そこに置くんだ。哦呦，厉害厉害！这个左手抓住鱼，这个右手各自往上提。わかんないけど、なんかちょっと分かった気がしてきた。まあ、よし、これでいけるわ。おいおい。あ、でもいい。ね、これが中国初の魚や。全部見て回ろうと思ったら3時間4時間ぐらいはかかるかなって感じで来ました。お猿さんのところです。あ、なんか、くれって言ってる。くれねえならいらないっつって。出口近くの一番最後の最後のゾーンに猿ゾーンがあるんですけど、その猿ゾーンがまさかのマジ100種類ぐらい猿いるんじゃないのってぐらいいっぱい猿がいますね。しっかりたくさんいろんな動物を見れました。いいなこれ。
1800円。意外と安いの。これかわいすぎ。あ、待って、思い出のレッサーパンダ安いよ。だってこれ368円だから700円ぐらいだよねこれ。何しよう。パンダとレッサーパンダがすごく印象的で可愛かったので、このキーホルダーを買いました。ということで上海動物園3時間ぐらいですね楽しめました。特にパンダの豪快な笹の食べ方であったりとか、あとすごいたくさんの猿が見れたりして見どころたくさんあったので、入場料で考えるとかなりお得感あるかなと思います。今日の夜ご飯はやっぱり中国に来たら北京ダックだよねということで、有名店の全首徳に来ました。今回上海なんですけれども、北京ダック大好きなので楽しみです。場所は新天地のすぐ近くの全首徳に来ました。全首徳は1864年創業、160年以上の歴史を誇る北京ダックの老舗。清の時代に宮廷料理として発展した味を庶民にも届けたい、そんな思いから始まりました。ダックといえば全首徳と言われるほど、中国国内での信頼は絶大。メニューがなんかすごい重厚ですね。平日だからなのかすごいガラガラです。あー、うまい。このビールなんかチンタオプレミアムみたいなビールです。美味しい。全首徳って日本にも六本木とかにもあるんですけど、行ったことあって高級店っていうイメージがねあったんですけど、ここは日本に比べたら結構安い気がします。4分の1ぐらい、値段は。別に値段がめっちゃ安いとかローカルフードみたいなそんな値段じゃないですよ。ちゃんと高級中華の値段だけど、日本に比べたら全然安い。おしぼりとかさ、すごい高級な感じなんですよ。ウエッティじゃないよこれ、しかも布なんですよ。皮が来て、うわ肉汁がすげえじゃん。おお、かなりジューシー寄りですよ。なんか分厚い。あ、ちゃんと肉も取ってる。すごいすごいすごい。すげえうまそう。ちょっとこれすごい料理だった。これキャビア乗せなんですけど大丈夫これ？本当に価格かな。すげえキャビアが。すげえ量ですけど頼みすぎたかな。いやいや、すごいジューシーなんだね鶏って。でもものすごい量なんだけど。あれ六本木もこんな感じでやります？いや違う。日本よりも安いというよりはちょっと日本と規模感が違いましたね。量がめちゃくちゃ多い。嘘停電しました。ちょっと熱々のうちに食べないともったいないからさ、いただきます。ちょっともう我慢できないから食べちゃう。キャビアのせ。やべえこれ。やば、これ何これ、うまっ。今まで食ってきた北京ダックの中で一番ジューシーでうまいかもしれない。そして復旧しないパターンね。もうやばい。割れるよねそりゃ。ちょっとタレつけて。この暗がりでよく取るよね。いや、このエビボール。いただきます。うまっ。こんなにラーメン感がある干し豆腐食べたことない。ラーメンか。うまい。エビカニロール。いや、全然。なんこれ、美味しい。でも何かよくわかんない。こっちがエビかな。どっちも味が一緒に見える。美味しい。サクサクだ。やばいねこれ。ね、初手のちょっと停電したけども、ローストキャビアがうますぎて。ダックをちょっとつけて、つけたダック。もう一ダックいっときね。はい、もう一ダック。贅沢にこんなにいっぱいあるんだもん。でもうめえ。多分トーストに乗っけてた部分って一番脂がある部分。一番美味しいとこ。だから初めての経験だったの。口に入れた瞬間にジュワって北京ダッカーとしてはもうたまらない。うまいですね。やばい。一粒約500円のホタテ。意外と優しい味なんですね。香ばしい。薬味をうまく絡めるためなのか、こういう春雨も入ってて一つ一つ丁寧な感じのお料理ですね。
芋んとこうまっ。これ新鮮な証拠だよね。これよだれ鶏です。いただきます。これもやばくない？柔らか。何これ、食べたことない。こんな柔らかすぎない？皮がジューシーで、なんかあとフルーティーな味がついてる。で辛くないね全然。これが本場のよだれ鶏なのかな。毎日美味しいが更新されていく。味付けがあっさり系でうまい。自分で巻くスタイルっていいな。歴代ないですか？1位。やばい、美味しすぎて手が止まらない。わかるんだよ、なんかこの滴り方で、この1枚の北京ダックの皮を切った時の汁の垂れ方で、あ、ここはちゃんとしてますねっていうのがわかるのよ。すごい。ダッカーなんで。だから私が一番ね、好きな食べ物は寿司と焼肉と北京ダックなんですよ。基本舐めてる。やつしか買わないけど。むっちゃくちゃ美味しい。じゃあラストいただきます。うわ、めちゃくちゃ美味しかった。ごちそうさまでした。南京東路の中心にある新外津菜館は1926年創業の老舗広東料理店。元は新賀茶室として始まり、文化人が集う場としても親しまれてきました。今日はこれから上海ディズニーランドに行くんですけど、その前に朝ごはんを食べに来ました。29元あったかいウーロン茶。いや美味しいです。いただきます。優しい。泣いちゃうよね。泣いちゃう。かなりの濃厚鶏白湯がゆって感じですね。むちゃくちゃ染みるんですけど、色がさ、ほら普通の白いお粥の色じゃないじゃないですか。すごい濃厚な鶏の粥。パクチー好きじゃないんだけど、このパクチーの味がすごいいいお味を出してる。揚げたワンタンがよく合う。これがピータンのおかゆです。あ、味違うわ。なんか違う気がする。塩味。ちょっと旨味がある塩の粥で、なんだろう、これはこれで本当に優しくて美味しい。味付けが違うのか。私でもさっきの方が。カニの小籠包ですね。いただきます。うまっ。中身もぎっちりカニの肉も入ってます。どっちかっていうと味はカニ感が強めっていうよりはお肉の方が強い感じだけど、かすかにカニの風味がくるなって感じの味です。このウーロン茶のポットはちっちゃいサイズ注文したんですけど、途中でお湯のおかわりを入れてくれました。ごちそうさまでした。ディズニーランド到着しましたが、あいにくの雨です。上海中心地からディズニーランドリゾートまでタクシーで来たんですけど、料金がだいたい100元ぐらいだったんで2000円ぐらいで来れました。事前にクルックっていうアプリでチケットを購入したので、そちらのバウチャーを見せて受け取って入場します。上海ディズニーはね、日本のディズニーランドと違って身分証明書を必ず持ってこないと入場できないということで、パスポート持ってきました。今お昼前ぐらいなんですけど、まだ全然入園しようとしてる人ぼちぼちいますね。パーク入りました。アプリとかで待ち時間見ても、なんか一番待ってるやつで1時間ちょっとぐらいっぽいんで、まあちょっと人気なやつも行きたいけど、まずは並んでないやつから行ってみます。的船员们，你们告诉这个 spider，
カリビアン乗り終わりました。船に乗る系のやつってすごい穏やかな感じなのかなと思ったら、映像がすごい迫力があってダイナミックで面白かったです。続きましてソアリン行きます。75分待ち。ソアリン乗り終わりました。香りがいろいろしてすごい迫力あって雰囲気を楽しめましたね。これと飲み物。ディズニー感はないの？後味がちょっと八角が効いたチャーシューの味。チャーシューロールって感じです。なんかキュウリ。まさかのコリアン的なキムチロール。くるくる回りながら水に濡れるアトラクション。日本にないやつがたくさんあって面白いですね。ガクンくるよガクン。今乗り物3つ乗ったんですけど、結構どの乗り物も待ち時間の3分の2ぐらいの長さで乗れるっていう感じなんで、思ってたよりも進行は早いですね。雨も止んで、なんか心なしか人も若干増えたように感じます。もうすぐパレードがあるから席取りしてる人も多いですね。これから時速95キロ出るっていうめちゃくちゃ速いコースター式のジェットコースターに乗ります。今昼のパレードの前だからか、さっきまでは結構90分待ちとかになってたんですけど、50分待ちにまで減りましたんでラッキー。トロンすごい面白かった。一番最初にものすごいスピードがね出て、気づいたらあっという間に終わりましたね。1分ぐらいしかないじゃない、体感って感じでした。すごいパレードやってる。ミッキーに会いに来ました。休憩です。外が急に暑くなっちゃって今涼しいわ。いけアリスの迷路、3つの扉から選ぶ。迷路だ、本当の迷路。こういう感じの迷路って初めてだから面白いですね。お茶会の雰囲気。上海ディズニーランド初めて来ましたけど、どの乗り物も長くても1時間ぐらいで待って乗ることができたし、中も綺麗で雰囲気もすごく良くてすごい楽しめました。比較的東京ディズニーランドと比べるとかなりスムーズにいろんな乗り物乗ったりパレード楽しんだりできると思うので、上海に来た際には行くのおすすめです。今日の晩ご飯は美味しい火鍋を食べに行きたいと思います。今滞在している南京東路は火鍋のメッカということで、たくさんのお店があるみたいなので、ホテルの近くの火鍋屋さんに行きます。お綺麗なお店。4種類スープを頼みました。これが辛いやつで、こっちがビーフで、こっちがトマトで、こっちがお湯です。パッドで具材を選んで注文していくシステムです。頼んだものがどんどん来ます。投資的なシェルフタレコーナーがありまして、こういう風に作ったらいいよっていうのを書いてあります。あとなんかおかずとかもいっぱいある。フルーツも食べ放題。
ごま油、にんにく。ありました。腹減ったね。うまい。食べたいです。生きてる。エビ来てます。美味しそう。ミートボールも来ました。牛肉？牛肉だと思う。じゃあしゃぶしゃぶしてみよう。だからこれで1000円ぐらい。これ何に入れるの？辛いでいった方がいいと思う。辛いじゃないですか。エビさんは。めっちゃいくんだよ。汚いなこれだって生で食えそうじゃん。そうなんです。お湯でいいかもしれない。エビ。さっきまで生きてたやつ。プリプリや。うまっ。ニンニクで。美味しいです。ありがとうございます。いくらでもいけちゃう。油揚げみたいなやつ。エビすり身。いるタレ。うまっ。これが本場の火鍋か。レベルが違うね。やばい。やばい。やばい。すみません。タメ口。イカプリプリでうまい。ホームメイド肉団子。レタス。プリップリ。肉もまあ普通にうまい。うまい。普通タレがうまいから。うめえ。酒が進んでしまう。トマトと一緒に食べるとうまい。いろんな具材を入れてどんどんスープを足してくれるのでずっと楽しめます。豚うまっ。ここ豚が一番合う。待って、一皿500円。岩牡蠣みたいなの来たけど、こんなでかい牡蠣東京で食べたら1個900円ぐらいするだ多分。見て、手のひら。生で食いたいです。でかい。いやちょっと牡蠣のサイズ感がちょっと想像してたのと違った。見てください。火を通してもこのでかさ。お玉に収まりきらないでかさの牡蠣がここで登場してくると思いませんでした。贅沢すぎる。あれ？あ、クリーミーだ。うまいうまい。一瞬ものすごい勢いの磯が来たんで今一瞬大丈夫かなって警戒したけど、それやめてきます。これはもともと好きじゃないから。そうなんですか。幸せ？ここあれなんじゃないですか。ちょっと特別な誕生日とかに来るお店か。あんなでかい牡蠣が1個250円で食べれるなんて。ね、これアワビも絶対うまいよ。ただこれ書いてあったここにカツシリーズ当たりや全部。あれちょっとさっきよりちっちゃいの。パフォーしてくれるって上げてく音楽をかけて。おー、音がちょっと流れないトラブル。まあ動画的にはありがたい。おー、パントマイムのようにくる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 やってくれる。おーいやこれ絶対むずいって。均等な長さにしてうまそうだなこれ。おー、手で裂くん。どれに入れますか？これでいいじゃん。これ。シェイシェイ。うまそう。今練ったばっかの麺だからうまくないわけがない。うまっ。コシがうまい。締まるこれ。足りない。足りない少ない。やんでくんないけど、これが刀削麺だね。うまい。本場は全部段違い。1個で2個入ってんのすごいね。でもこれで38元だから760円。安っ。アワビでかいなそれ。じゃあラストは牡蠣で締めます。いや、こっちはチャラチャラっていうちょっと極上な感じがあるから、これはもうここでしょ。
美味しすぎました。ごちそうさまでした。数日間の滞在でしたが、上海の魅力は想像以上でした。食べ物はどれも本当に美味しく、街並みは美しく整っていて、物価も手頃、治安もとてもいいと感じました。観光も食も散歩すらも楽しくて、気がつけばこの街の虜に、すぐにでもまた訪れたくなる。上海はそんな不思議な場所でした。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。